皆さんお疲れ様です。今回ですね、なんと、ディーンシェアさんから電動のラチェットレンチいただきましたんで、ちょっとねその辺を、中身確かめていきたいと思います。はい、やっぱりですね、私も電動工具ということで、電動ドライバーを、よくね使って作業をさせていただいてるんですけども、やはりねちょっとトルク感とかがないんで、こういうトルクフルな電動工具っていうのはこうあってもいいと思います。それではですね、中身の方を確認していきたいと思います。まずはね、説明書。これはね、普通に入ってますけど、これもね、日本語で書いてあります。で、本体ですね。で、あと充電する充電器と、あとこれソケットのね、セットも、少ないですけども、ついております。あとはバッテリーがなんと2つもついているということで、作業中でもですね、バッテリー切れを起こしたらもうすぐに交換できるというような感じになってます。はい、本体もですね、結構ねデザインいいですよね。これオレンジ色と黒のね、このデザインかっこいいですね。はい、ではね、早速、せっかくいただいたんで、ちょっとこれのね性能を確かめていきたいと思います。はい、それではですね、使い方も含めて、付属品のですね、細かい内容をチェックしていきたいと思います。今ですね、ラチェットのソケット、これね、チェックしてるんですけども、これがですね、10から、15までのソケットと、あと17のサイズがついておりました。あとですね、この小さいね、サイズにするための、これソケットですね、アダプターも付属しておりますんで、初めてね、あんまりね、何もない人から言いましたらね、こういう風なのって結構ね、助かりますよね。はい、続いてですね、バッテリーの方ですけども、こちらが 16.8V の 2Ah、結構ね、容量的には大きいですね。それから充電の方がですね、こちらピンをこう差し込むタイプになっております。なので、でかいね、充電器があるタイプと比べたら結構ね、コンパクトに、収まると思います。バッテリーの方ですけども、初期状態でも少しね、充電はされておりました。本体の方には LED もついているので、暗い場所でも少しね、作業性が上がると思います。はい、こちらが充電器になります。コンパクトでね、使いやすそうです。はい、続いて電動工具の比較になります。私が使っていたのはこの2つ、パナソニックの、インパクトドライバーと、それから日立のですね電動ドライバー、これ2つになります。大きさはですね、この日立のちょっと小型の方と、あまり変わらないんですけども、やっぱりね、重さ的にはですね、こっちの日立の方が断然軽い、ということになってます。こちらね、やはりね、バッテリーの容量が大きいので、結構ね、重ためになってます。重さ的にはこのパナソニックのね、電動ドライバーと同じぐらいの重さかなと思います。それではですね、実際、電動ラチェットを使って、作業の方してみたいと思います。映ってると思う。いきます。はい。なんかガチガチってなってる。じゃあちょっとこれ次これやってみる。
ちなみに外れへん。これを結構トルクあるわ。と思うわ。ちょっとこっち。次これ。当然の話、これじゃあトルクが全然ないです。こうネジの状態になってるけど。でこれでいっぺん閉めて後にこれで開けても回らない。インパクトしてる。インパクト映ってる？あ、インパクトやったらやったらいいね。これやこっちや。いきます。はい。これついた。OK。はい、ということで、ディンシェアさんの、電動、これはラチェットですねの方を使わさせていただきました。ちょうどね、うちの電動工具の方も古くなってきたったので、ちょっとね入れ替えようかなと悩んでたところにこういうのをいただきましてね、非常に助かりました。ありがとうございました。使った感想なんですけども、これね普通のラチェットとしても使えるんですけども、やっぱりね若干重いので、電動でねこう締めるのに特化してね使うのが一番いいかなと思います。私個人的にねこれちょっと気に入ったんで、ディンシャーさんの電動ドライバーも購入しようかなと一度見たんですけども、どうやらねバッテリーの形状がですねこのラチェットとドライバーとで違うので、そこがねもし共通でしたらもっとね良かったなと、個人的には思いました。あとですねこの、商品についてもっとね詳しく知りたいという方は動画のね概要欄の方にも貼っ付けときますので、またご覧ください。あとですね購入ぜひとも購入したいなっていう方はこれ Amazon で販売されてるんですけども、そちらのねリンクも貼ってますんで、ご活用の方お願いいたします。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。